おはようございます。おはようございます。斉藤です。そいついにやってしまいました。この今後ろに見えてる自宅以外に最高額の買い物をしてしまいました。私は人生で最高額だ。いや私もですよ。だからこの家が一番高い買い物ですけど、そりゃ生きてきてね。はい、これを除いたら人生最高額の買い物をしてしまいました。ご紹介したいと思います。お呼びしたいと思います。ハッピーワンターボさん。まだ名前ついてないから。そうなんです。はい、こちらやってしまいました。おめでとうございます。JP スターのハッピーワンターボ購入してしまいました。おめでとうございます。おめでとうございます、はい、斉藤さん。動画の中ではですね、実はもう決まってるんですとか言ってたりしてたんですけど、はい、言ってた車両がこちらになります。まだ信じられない、そうですね。なんかまだレンタルなんじゃないかみたいな。本当に納車されましたんで、今回はですねこの新しい車についてちょっと一本動画の方撮っていきたいなと思います。はい、車両の、紹介レビューの方から外装内装だったり説明していきたいと思うんですけど、はい、あとはですね乗ってみた感じとか、最後に、なぜこの車に購入を決めたのかっていうところまでちょっと動画を撮っていきたいなと思います。はい、納車されたのは4月の30日になるんですけども、ゴールデンウィーク真っ只中ということで、今日だけ晴れておりますね。今回結構ね、祝日が雨にやられておりますね。今年のゴールデンウィークは雨が多いらしくて、このちょっと貴重な晴れの中、もうねありがとう。納車の日から雨だったからね。そう、納車の日で昨日もう雨だったんで、今日ねやっと晴れて、簡単に洗車もしましたんで、晴れてるとこういう風に見えるんだって今日思った。本当にちょっと納車の仕方が特殊で、 JP スターさんのナンバーで納車をしてもらって、自分でナンバーを買いに行きました。名義変更という形で。じゃじゃん。はい、なんと仙台犬、ボアちゃんのお誕生日を入れてもらいました。はい、720。はい、ということでまずはそんな雨の中の納車、行ってきましたんでちょっとこちらの動画ご覧ください。どうぞ。到着です。到着しました。 JP スターさん。ありました。ありました。可愛い。可愛い色です。乗ってる。乗ってる。めっちゃ可愛い色じゃん。めっちゃ絶妙な色じゃない？なんかグレーすぎずベージュすぎず。どうですか？すごい。ちょっと待っててよ。おはようございます。おはようございます。まだ中は見ておりません。はい、まだ中見てないです。めっちゃいい色。いいじゃんね。いいじゃん。可愛いです。すごい。やばい、可愛い。めっちゃいい色。シートやばい。可愛い。すごい。匂いやばくない？匂い、新車の匂い。新車の匂い。じゃあ、はい、お言葉に甘えて一番乗りで運転席を。狭さないよね。全然ない。ないっすよね。ない。感動すべき納車式が終了いたしました。いやー、大興奮でしたね。N ボックスで来たので、私が N ボックスを運転して、タロちゃんが今目の前におります。さっそうと走っております。絶妙な色じゃないですか。これ日陰で見てるとグレー感が増すんですけど、明るいところで見てるとベージュ寄りに見えるというか、なんともスペシャルな色になっております。いやー、後ろからこうやってね眺めながら帰ることができるので、せっかくだから動画に収めようかなと思いまして、本当に大満足な色に仕上がっております。なんかこうやって見ると結構大きい。ついに私たちのキャンピングカーが我が家にやってまいりましたよ。私たちこれで晴れてハッピーワンターボユーザーになります。どうやって使いこなしていくか DIY していく部分もあると思うんですけども、どんな風にニコメリと旅していくかとかいろいろ考えるのが楽しみですね。そんな納車でございました。意を決して2人で買った車なので、もうすごい悩みましたよね。
まあいいなっていう気持ちはもちろんそうですね。あったんですけど、はい、いろいろね、ローンをねって計算してみたりね、もう大丈夫かなみたいなのとかね、はい、まあ大きさ、過ごしやすさ、うんいろいろ自分たちで一応こうイメトレしてシミュレーションして、はい、やっぱりこの車にしようっていう。そうですね、はい、JP スターさんのハッピーワンターボという車両なんですけども、ベース車はダイハツのアトレ RS ターボになっております。ターボですね。はい、の 4WD、はい、私たちここも初の 4WD になります。でパートタイム 4WD なんで、普段は2区で走って必要な時に4区に切り替えられるよっていうやつですね。JP スターさんから出てる車両本体価格税込みで585万円、はい、まあもろもろオプションとかつけたので、もちろん585万円では収まってないんですけど、まあ塗装があったりとか、あとナビ入れたりとか、まあ、その辺でちょこちょこ結構かかってますけど、まあ必要なものとかつけても大体600万弱ぐらいになるのが普通じゃないかなと思います。オプションにしました私たちこのカラーなんですけど、これオリジナルカラーでございます。ここね、はい、ハッピーワンって購入した時にここのカラーはオプションでこう選んだりできるんですけど、まあ好きなカラーにできるっていうのが特徴なんですが、元々の純正カラーとかで合わせる人が多いみたいなんですけど、私たちはねせっかくなんでグレージュっていうちょっと特殊な色にさせていただきました。すごく私たち好みの色に仕上がりました。そうなんですよ、はい、グレージュメタリックみたいな感じなんだよね。そうですね、なんかもう海も山もはい合うなっていう感じです。そうだね、はい、ベースの方、車の方がホワイトパールになります、はい、ホワイトとグレージュのツートンカラー。後ろから見るとこんな感じ、枠がグレージュで、中がホワイトって感じになっております。かわいい、かわいいですね。超かわいい色になりました、はい、本当にちょっとね近くで見るとわかるんですけど、キラキラしてんだよね。キラキラしてる。そう、逆側、こっち側、左エントランスでドアがついております。タイヤの方が JP スターさんのオリジナルのワイドタイヤを履かせております。かわいい、かわいいね。白、これもねなんか JP スターの新しいホイールらしいです。これのホワイト、はい、クリームっぽいのかな、ちょっと真っ白じゃないね。真っ白ではないですね、サイズの方が1655514の多分これバンの、商用規格タイヤになるのかな。で前の方がこんな感じでちょっと形が変わるんですけど、後ろがワイドタイヤで前がまあ普通っていうか、このなんかさりげないロゴが可愛くて気に入ってます。 JP スター。そう、はい、この車の下のところ、スカートのところ、ここもグレージュにしてもらっております。ここ本当は全部黒なんですよね、なんか黒が合わなそうだなと思ったんで、ここをお願いして塗ってもらいました。それなんかタイヤホイール黒にしてここ黒にするかとか、結構ごっつくなるけど可愛い系の路線もちょっと入れたいねってなって、じゃあもうここ黒やめてやっぱホイール白にして海っぽくもいけたらいいねみたいな雰囲気がね。はい、まあ本当はここの色と一緒かな、多分このピアノブラックみたいな色だと思うんですけど、これと一緒ですね。この正面から見るとちょっとわかるかと思うんですけど、このボディに対して後ろのシェルが横に10センチぐらい飛び出てますよね。で反対側ももちろん10センチ飛び出てるんだけど、要は幅が軽自動車規格からもう出ちゃうんで、ナンバー見てもらうと真っ白なんですよ。普通車登録になります。だから軽自動車ではないと。高速道路とか若干高くなります。あとは税金もちょっと高くなります。エンジン自体は 660cc のままなんで、高くなるって言っても確か税金2万円ぐらいって言ってたかな。普通の車よりは安いかなと、ところですね。これもオプションですね、サイクルキャリアをつけてまして、ここに旅行く時はボックスを乗せていく予定です。ちょっと汚くて申し訳ないんですがでっかいボックス、これキャンプとか旅によく使ってるやつなんですけど、これをサイクルキャリアに縛り付けて行こうかなって考えてます。自転車も乗せられます。そうだね、サイクルキャリアなんで本来はね自転車乗せるためのものだから、まあなので収納がすごく多いわけじゃないから、なるべく外で使うようなもので折りたためるような小さいものをキャンプグッズとして、ボックスの中にまとめて入れていけたら、中が居住空間が維持されていいですねって言ってたんですよね、そのクッションに入ったらいいのに、ニコなんで疲れてんのはあはあ言ってる。さっき585万円って言ってたんですけど、納車行った時に商談
されてる方がいて、店員さんが価格上がっちゃうと思うみたいなこと言ってました。これアトレの価格が上がっちゃうみたいで、この元々は諸経費税込みで585万だったんだけど、これが600超えちゃうかもっていうことは言ってましたね。ベース車両はアトレなんですけど、もうだいぶこのキャブコン仕様に仮装されちゃってて、サイズもだいぶ変わってまして、全長が 3880mm、 3.9 メートルぐらいかで、全幅横幅が 1690mm、 170センチぐらいになっちゃってて、ナローサイズのハイエースと同じぐらいの幅になってます。で全高が 2510mm、 2メートル50センチぐらい高さもあります。レギュラーガソリンの 660cc、 乗車定員は4名、就寝定員も4名。鍵大量。この辺に外部収納がついてたり、どうなってるんですかこうこうか、2周2周でした。こんな感じで結構広いよね。やべやべ、鍵が結構広くない？結構広いです。これが向こう側の壁まで突き抜けてるんで、140センチぐらいあんのかな、奥行きが。椅子入りそうね、結構長いものポンポン入るんで、いい収納になりそうだなと思ってます。はい、でこう鍵がねかかるから、防犯もこっちで閉まるわ。でこの下にまた鍵が変わっちゃうんですけど、ドラクエの鍵みたいなのこんな感じで、なんか汚れ物とか入れやすいかなっていうとこなんだけど、こう洗車したらこう水とかちょっと入っちゃうぐらいの場所なんで、はい、ゴミだよね。ね、こう穴も開いてるから水も抜けるし、そういう感じの使い方。もうなんかこれなんか015って書いてある、FRP むき出しですね。これなんかどういう素材なの？なんでこんな強化プラスチックっていうんですかね。なんか霜ついてんのかと思ったね。これは外部給電、はい、これをねつなげるコードもちょっと別のところに置いてありました、ついてましたね。こんなところかな。後ろはもう室外機と、この中に見えております、室外機がと FF ヒーターもついてるんで、ここに排気ですね、ここが外部コンセントになってるんで、ここから電源取れるよっていうやつなんですけど、家のやつみたいな一応この蓋がこう防水になってるらしいんですけど、なんか高速走ってたらこれこうやってこういう状態になるんですよ、風で。そう、後ろから見てて、また開いてんじゃんって思いました、でちょっと危ないんで、冷蔵庫とかがさ開かなくするためのなんか子供の安全ストッパーみたいなね、ロックあるじゃん、あれを100均で買ってきたんで、後でここにつけようと思います。そんな使わないからこれ、ここが冷蔵庫の換気口だと思います。これもまあほぼ開けることはないかな。ここもちっちゃい鍵で違うんですよね。はい、ここです。はい。こちらが水です。シャワーと水。中で使うフレッシュウォーターって綺麗な水ですね。直接ホースで入れる感じ。これは楽でいいよね。楽。このタイプね。でこれが一応シャワー外部シャワーっていうのがついてます。まあよっぽど汚れちゃったものとかね。今ちょっとポンプの電源入れてないんで出ないけど、まああんま使わないかな。排水ここらしいんだよね。そう左のタイヤの後ろって言ってた、コンパクティですね。はい、設備もそうね。ここが一応これ手動のステップ、短いちょっと気休めですけど、まああるとないとでは違うから。違いますよね。鍵が一応なんか番号とかでもできるし、キーレスがついてるからボタンでもいけるし、これでもいける。トイレとか寄ってさ、サービスエリアとかで、先に戻るわってなった時にどっちが先戻るか分かんないから鍵どうする問題がよくあるよね。解消されて、単体で戻ってきても鍵持ってなくても入れますこれその問題はねよくあるよな。よくある。ハッピーワンのこれすごいよねって言われてるところの一つ。いや感動しましたもん、私も。もう収納されている電動オーニングがついてるんですけど、オーニングってこんな収納されるんだみたいな。見えないんだよね見えない。すごいよね。真っ平らです。そして電動っていう、いきます。出ました。はい、これ出てくると勝手にで好きなところで止めれるんですよ。これもすごくいいよね。いいよね。ちょっと雨降ってる時とか、こっから出てくるだけで、ずぶ濡れになるじゃないですか。なるなる。それを防げるし、キャンプ場だったらもう思いっきり出して、ただ幅はないですね。2メートルぐらいかな、幅。まあ2人立つ分には全然、で全体伸ばすとこんぐらい。こっちも2メートルないですね。多分170ぐらい。だからほんとミニオーニング。こんな感じです。足はここから伸ばしてきて、こっからこう伸ばしてきて、ここにこうやって固定するだけで、これはなぜかここはね、これ届かないこれ届かないんで、もし下で固定したかったら、ちょっと工夫して、昨日も考えてたんだけど、自分で DIY で足を
つけて下に伸ばす。うん、DIY 候補1です。はい。あとライトがこうやってね、風が吹くと結構怖いんで揺れる。先にしまおうか。もう結構風ある日はもう使いたくないぐらい。一箇所しかないですしね。あ足が。反対側は止めるところがないんで、1本で支える感じになります。うん。まあ下に下ろせちゃえば2本できますけどね。でこれが電気。はい。この電気がなんか宇宙ステーションみたい。そう一応使えるよっていう。もしくは調光ができたらもうちょっと良かったかな。真剣に聞いている子が一人。この車は一体何なんだ。運転席、うん行ってみましょうか。あ、いいんですか。いいっすよ。ハルピン一回も運転してませんまだ。試乗しただけJP スターで。私のつばはまだついてない車です。ちょっとエンジンかけてみましょうか。もうすでに雨でね、だいぶそここもドロドロになりましたから。めっちゃ吹きました。だからこことかも全部。本当すごいちっちゃいことをめっちゃ今気にしてるけど、うんそのうち絶対そんな気にしなくなる。着いたー。広いんですよね、結構。広いよね。うん、広いし、なんかやっぱ N ボックスよりも高さがある感じがします。おー、いいですね、はい。運転ポジションはこんな感じです。はい。席一番後ろなんですけどね。あ、これでうん。全然十分です。だからちょっと体格の大きい人は窮屈かもしれないですね。こうなっちゃうかも。うん。僕らはちっちゃめなんで。158.9です。僕が168センチ、全然平気なんですけど、180とかある人はちょっと窮屈に感じるかもね。そうかもね、うん、この辺は普通のアトレと同じ装備ですね。これもついてるんだ。アダプティブクルーズコントロール、追従機能、高速道路とかで80キロとか90キロでずっとキープするはい機能がついております、はい。だからすごく運転が楽です。でターボだからストレスを感じることなく運転できました、肉4駆スイッチがこの辺になかった。あ、これか。うん、これ今真ん中。真ん中が肉なんで、ここはいに 2WD って出てますよね。これ4駆オートはい。で4駆ロックと肉。真ん中がこれ。はい、まあ普段これです。あとはね、一応こんなのがついてます。これも標準装備。すごくない？すごい。アラウンドビューモニターっていうんですか？上から見たような景色が見えちゃうってやつ。後ろかわいい。これ本物？いや、偽物です。うちのじゃないよね。うん、はい、おお。まあいろんな視点がはい。見れますっていう。バッチリ距離感合ってるかって言われるとちょっと微妙な部分もあるんですけど、おそらく海外製の高くないやつなんだと思うんだよね。まあでもないよりは全然ね。ありがたい。はい。すごくありがたい。そしてうちは、このナビ入れました。テレビ付きのナビを、ちっちゃいモニターのやつですね。うん、ちっちゃいですね。うん、でっかいやつは価格も10万円ぐらい高かったし、うん。ここにちょっと出っ張ってくるんでちょっと邪魔かなと思って。そしてこれも標準装備です。ちょっと見えづらいけど、デジタルインナーミラー、モニターのミラーも標準装備。こっちに鏡がついてました。はい、運転席は鏡付きで、助手席はないんで、そう自分ではい、つけました。これはライサタのまみちゃんがこれつけてたんですよ。これめっちゃ見やすいです。3面。ではでは、はい。気になる後席の方行きますかね。行っちゃいますか。はい。ちなみに運転席から見たらこういう感じになっております。すごいよ。広。ね、後ろがこんな感じになっております。あ、めっちゃやっぱ窓がいっぱいあるから、明るく見えますね、後ろも。そう、窓が多いからね。うん。では一旦降りてエンジン切って、はい。後ろの方に外から行きましょうか。はい。見学の人たちですか？並んでるんだけど、練馬。誰もクッション使わない。それではお部屋の中をご覧くださいませ。お願いします。いきます。オープン。一応ここで軽くストップかかるようになってますね。ちょっと掃除したばっかなんでここで脱ぎます。あ、はい。あ、ここ一応ポストみたいになってるのが外部給電コードが入っております。はい。さっきのステップ1段踏んで、ここにもう1個ちょっとした靴スペース、みたいなのがありますね。で、もう1段上に登るとこんな感じです。すごい。かわいい。はい。シートの色はね、自分たちではい。決めたんですよね。これもオプションでシートカバーの色を変えました。こんな感じでございます。暑いですね。シェル部分。あ、はい、早速ですけど、じゃあエアコンつけようか。軽キャブコンなのに霧ヶ峰がついております。これ霧ヶこのサイズの車に家庭用エアコンが入ってるという。ありがたい。はい。これ標準装備なんですよ。すごいよね。そして FF ヒーターがここに
ついてるんですけど、これも標準装備。ここに冷蔵庫があるんだけど、ちっちゃいやつね。これも標準装備と、今ビール1個入ってます。ここの床暖も標準？床暖房も標準装備で、床暖の熱線が入ってるんだけど、結構暖かかった、これも。あったかい。うん。うん。だからもううちはワンコたちがいるんで、こういうエアコンや床暖、下は冷えるし、そういうところでまずもう心が持っていかれましたよね。で小さいからほらすぐ冷える、そうだね、すぐ温まるから。犬が2匹いる我が家にとってはすごいその決断の強い要素っていうか。そうですね、もう災害時だったり、長旅も本当に暑い時期がもう長すぎて、やっぱりありがたいですよね、こういうのがあるのは。ここのね FF ヒーターなんだけど、ガソリンのタンクから燃料取ってきてくれてるので、給油の必要がないと。素晴らしい。はい、これもすごい便利ですね。うん、でこの冷蔵庫は一応冷凍の設定までいけますから、冷凍庫としても使える。まあちょっとちっちゃいから、クーラーボックスかなんだかちょっと今後ねまた考えていきたいですね。あとはここ床が収納になってますんで、オープン。はい、結構奥まであるんだよ。本当だ。靴でもいいけど、何でも入れれますね。こう、あとね、これ忘れてた。ここね、網戸もこうなりますんで、はい。これもワンコがいるといいですよね。助かりますね。はい、で、ここの窓は開かないんですけど、この目隠しはついております。メッシュがないですね。メッシュがない、開かないからね。はい。大型の手すりがあるのも、便利。これもね。これもオプションですけどつけました。なんだかんだこうステップ出せない時、と結構まあまあ高さがあるんだよね。まあまああるね。そう。乗るとこのステップまで50センチちょいあるんで、1段ではやっぱ結構大変だよね。もちろん行けなかないけど。行けなかない。じゃあ中失礼します。高さなんですけど、入り口らへんが一番高くて、前が一番高くて、バンクのとこですね。ここで180ぐらいあって、一番近いとこエアコンの方だと、まあ僕でちょっと当たるぐらいだから、そうだね、168だわ。ほー、ピッツァ。若干後ろ来ると、ここ来ると若干当たる人は当たるかな。僕らはこれでぴったりぐらい。私は全然余裕。やっぱこう腰を伸ばせる空間があるっていうこともいいポイントですよね。シートもね、JP スターさんちょこちょこ仕様が変わったりするんだけど、納車したばっかりで一番最新のレイアウトっていうか、レイアウトは一緒なんだけど、なんかここのね後ろの席の座面幅とかも変わったらしくて、すんごい狭かったんだよね、そこ。そう見に行った時はね、10センチぐらい伸びたんで、座れる幅になりました。これね、トフィーのこの電子レンジも座面は外さずとも開くようになったと。そう前はこれを取らないと開かなかったんですよね。この電子レンジも標準装備でございます。の連続すぎたよね。初めて見に行った時これもとか言って。でこの下が外から見えた長い収納が下に入ってます。ここの収納の中からもアクセスができるっていうのがいいとこですよね。そうですね、この家庭用エアコンになったことによって室外機が結構でかいので、この分この白い部分がちょっと出っ張っちゃってる分、収納がちっちゃくなってるんだけど、全然でも全然広いね。はい。前はねここの収納ももうちょっと狭かったっていうか、幅がなかったからね。もうほぼ入んないよねみたいな言ってたんだよね。これはねマジありがたい。こんぐらい欲しかったもんね。ハルピンも座れちゃうと。なんとなく座れるかなぐらいだったんだよね、ここね。そう。ここからここまでもう3人ぐらい座れるかな。まあ頑張ったら4人座れるぐらいの長さがありますね。こんな感じ。一番手前がここなんで。角っこで奥でこんな感じ。ソファーの長さでいくと215ぐらいありますね。だからすっごい長い。座面なんだけどソファーの方で42センチ、さっきの奥の方が、背もたれつけてる状態で38、40センチぐらいあるんで、大人が座っても余裕なぐらいになったんですよね。全然余裕です。足も上げれる。素晴らしい。素晴らしい。はい。で一応ねこうやってエアコン隠れてる感じになってるから、もう家電ですみたいな感じの主張はちょっと半分削れる。エアコンあるんだみたいな感じですね。ちなみにめっちゃ涼しいです。涼しいよね。すぐ変わった。すぐ冷えるわこれなら。このソファー以外は全部決まった色なんで選べなかったんですけど、この天井のキルティングのとかもね。そう、こことかね。テーブルもこれって言ってましたね。まあ DIY するしかないかなっていう感じです。収納が左右についてるんだけど、
ボタンを押しながら開ける感じです。ソーラー充電ですねがここに入ってるんで。ソーラー付き。あ、そうそう、それも言ってなかったね。上から上が映せないからはいソーラーパネルも180ワットだったかな、150ワットだったかなのソーラーパネルが上についてて、それも標準装備。また標準ってなってこっちは何も入ってないね。こっちはこんな感じで、ここだけ、あ、ちょっとなんか多分テレビのいろいろ入れれますね。はい閉まる時はなんかカチって言って終わりで、はい。電装系のパネルになります。ここがインバーター、家庭用コンセントを使いたい時だから、エアコン使う時もこれが必要。これをつけてからエアコンつけるみたいなコンセントですね。うんこういうこことかにコンセントついてるんだけど、家庭用コンセントを使う時にこれをオンにしないといけないよってやつで、ここがバッテリーの、容量モニター。うん、これ取れんのこれ。あ、取れるわ。まだね取ってないとこいっぱいあるんですサブバッテリーが後でここ開けたら分かるんだけど、ここに入ってて容量が400アンペアアワーっていうサブバッテリーが入ってますので、ポータブル電源とかのワット数に換算すると4800ワットぐらい入っていると。すごい大容量のバッテリーが入ってます。インバーターも3000ワットっていうのが入ってるんで、一気に3000ワットの家電が使えるってことなんですよ。今ここで家庭用エアコンつけたから、1000ワットぐらい使ってるのね今、でもまだあと余裕が2000あるんで、このエアコン回したまんま電子レンジが使えるみたいなイメージですね。でここがメインスイッチ、ここに集約されてるって感じで、車内のライト、ここテープライトがついてます。水道のポンプとか、あとサイドオーニングのオンオフとか、そういうのがここについてます。シンク周りなんですけど、ここにさっきの外から入れれる水タンクですね、25リットルのタンクが入っております。はい、はい、ボイラーとかはないんで、お湯は出ないです。はい、でその下に見えないんだけど排水タンクが備え付けられていて、そこに15リットル貯められるよっていう感じです。はい、でここに関してはさっきのこの冷蔵庫がここにズドンって入ってる感じ、でこちらがシンクですね。はい、こんな感じです。シンク、水ポンプ入れてこんな感じで、あんま上にするとそれで飛んでっちゃいそうですね。このぐらい、ホットコールドって書いてあるけどコールドしか出ないです。まあまあな量勢い出ます、水圧、確かにいい感じで出ますよ。すごい、すごいね。ここのなんか角度がさ、もうちょっとついててくれてもいいよねこれ。そうなんだよね、結構平らなんだよね。ここにさ排水がちょっと溜まっちゃうっていうか、こうやって。でもさ、これどこで使おうにもさ、平らな時点でなんか確かにこうなるよね。でここもコンセントになってて、家庭用コンセントとここに USB-A が刺さりますね。ここにも一口あって、これがベバストっていうメーカーの FF ヒーターのスイッチになります。 FF ヒーターはこの電子レンジの下に本体が入ってたね。でこっちはさっき言ってた床暖房のスイッチになります。上にスピーカーですね。ソニー製のスピーカーが入ってるね。2台、すごい明るい3面の窓。これは外から見えづらいスモーク窓になってて、これもいいですよね。結構いい。本当にね、あんまり分かんないですよ、近くまで来ないとね。なんかよくあるキャンピングカーのアクリル窓と一緒なんで、こう向こうに向かって開く感じですね。サイズもすごくちょうどいい。で上から下ろしてくるとメッシュ、下から上げると遮光、と遮光になってて、光も遮断できる。そこマグネットになってるから、ちょっと取るとき結構力が網戸がついてきちゃう。あ、そうそうそう。怖い。よくこれね、よれたことがあって怖いんですよね。ライトはね、ここのライトと上の太郎ちゃんが好きなこういう間接照明系ライトと、ここの丸いライトですね。そう、特に調光とかはできないですね。そうなんですよね。そこがもうちょっと調光できたら嬉しかったけど。でも白は白。ここの丸いライト、これがワンセットなんですね。こっちと4個。こっちの今残ってるこの白いテープライトと上のテープライト、これもセットなんですよ。だからどっちかをつけとくとかができなくて、セットなんで、これ分けれたらすごい良かった。そして上ですね。オプションで変えました。ここは本来は換気扇がついてるんだけど、天窓に変更で、メッシュもあります。天窓オプションがあるということで、天窓大好き夫婦としてはそうなんですよ。メンテナンスが大変なのはあるんですけど、
とかね、よくみんな雨漏りがっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、結構大きい天窓がつきますここに。やっぱね気分が明るくなるんですごい好きなんですよ、ね。開け方わかる？2つロック外してこれ、で取っ手は下ろしてきて、はい、でグイッと上に持ち上げる。これごと、うい、はい。そうするとこう上に出れます。ここのソーラー見えんじゃない？見えるかも。よっ、うわ、ソーラー見えました。綺麗、綺麗、めっちゃ綺麗。冬とかさ、この天窓があるとあったかいよね。あったかいです。あとやっぱ夜、月出てるじゃんとか見ながら、前のキャンピングカーの時も寝れてたので、それも良かったです。で夏はねこうやって遮光にもできるから、この換気扇ってところがオプションで変わったんで、換気扇のスイッチ入れると、ここにもライトが白いけどそう全部白いつきますね。あとは、じゃあここのベッド展開ですね。ここまあ言っても狭いんでちょっと大変なんだけど、まあでもね全部簡単です、軽いし。ちょっと持ち上げるとここにロックがあって、ロックを外します。ただのキー、引き出しが出てくるんだよね。そうよ、こんな感じで引き出しが出てきます。で寝る時限定にはなっちゃうけど、ここにもなんか物をこう入れておけるんだよね。またさここに戻すからさ物が押されちゃうからね。そうね。でこの奥はさっき言ってたサブバッテリーここに入ってるんで、ここは収納できないよっていう感じです。左側が400アンペアの大容量サブバッテリーで、この右側のちょっと白っぽいのは3000ワットのインバーターこんなでかいんですよ。3000になると本当はこれもここつながってるんだけど、そうジップでね、俺らはちょっとこれ取っちゃっただけで、そうファスナーでつながってます、はい、こんな感じで、ベッド展開ができると。でこっちもね同じなんだけど、こっちは完全に収納になってんだよね。そうです。これも同じようにロックのキーを外します、こんな感じで引いていきます。はい、こんな感じです。はい、ここが収納になるんで、さっきと違ってそこに板があるから、これはしまえる、ちゃんと収納できます、ここはすごく重宝しそうですね。そうだね、一番メイン収納になりそうだから、これもねファスナー外しちゃったから、今取れてますけど、これでベッド展開ができるという感じです。はい、こんな感じ、でそっちの背もたれもどかせばだいぶ広いんだけど、そうさっき言ってたみたいに210センチあるんで、そんなにそこまで取んなくても、別に取んなくても全然広いんだけど、寝れます。この広さあります、こんな長いと。幅がここまでギリで、まあ120ないぐらいで取れてるから、セミダブルぐらいになっちゃうね。2人寝ようと思うとちょっと余裕ではないけど、うちらは多分あんまり気にならない、2人で寝っ転がってて、よっ、もう簡単、しまうのは結構簡単です。そこにシートベルトがあるんだよね。そうだからちょっとうまいことはめてあげないとっていうのはあるんだけど、前に出てくる、あとこれついてました。これテーブルここに設置できるんで、こうか、延長テーブルがつけれる。なかなか広いですよね。なかなか広いです。レールになってるんでこうやって場所も動かせるし、で実はこれ外にもレールつけたんで、外に持ってってこのテーブルも使えるよっていうオプションですね。そうオプションで、ここにカップホルダーがついてるタイプもあるんだけど、うちはこう後ろに人乗ることがほぼないんで、走行しないからここに乗っけて、走る時は多分これ使わないから、カップホルダーなしのこうフラットなやつにしてもらいました。選べるみたいですね。じゃあ最後バンクちょっとすごい寒くなってきたな。そこ直撃してるからね。この軽キャブコンバンクがあるっていうのがハッピーワンなんですけど、ハッピーワンターボ実はこれ上がるんですよ。ここがこんな感じで、ででん、ここにテレビが、これは標準装備標準装備って言葉がなんか面白くなってきちゃった、これ24インチぐらいかな。十分でしたよ、のテレビがついております。チューナーもついてるんで、電波拾えれば普通のテレビが見れるよっていう感じになってます。ナビのモニターをこっちに飛ばせるんで、こっちでスイッチがついてて、スイッチを押すとエンジンつけてなくてもナビが起動できるモードができて、
そうするとエンジン切っててもナビと同じうん映像をつけたりできるから、まあ、音楽聴くとかっていうのもできるし、うんでも本当に後ろに人が乗ってる時は、うんそこの前のテレビ見えないからそうだね。いいね。このテレビ自体がはい Google テレビになってるんで、YouTube 見たりネットつなげばね TVer 見たり映画見たりっていうのもできますと。ここにも窓がついてますから、こうやってバンク窓、はい。あと読書灯、読書と。でも嬉しいよね、そこうんライトあるの。あとこの謎の青モード、こういうとこになんかシガーソケットもちょこちょこあったり、そう、コンセントの場所も多いし、ここにもある、ここにもあるし、結構うん、あちこちから電気取れるんで。普段はこういう風に上げておいて、うんそうするとここ運転席とかうん助手席のアクセスがすごい楽になるんだよね。そうこうやってね。そうだからなんかこの雨がすごい続いてたじゃないですか。うんでここをねぐしゃぐしゃになりそうだったから、前で脱いでここで倒して後ろに来たんだよね。靴ここで脱いじゃって、うんでうちエブリィ乗ってた時は、うんこの背もたれがさドカンって落ちたじゃん、こっちまで。そう前にね。そうこれ後ではできないのよ。そここまでなのね。う。うんただ逆はできたんで、例えば一番前にしてこれ逆そうはできたから、こうしたら到着してこうやって来れちゃう、ね、うん広いよね、頭当たらずに。うん、この移動がすごい楽です、うんここあんま踏まない方がいいと思うけど、まあ、こうすることでさワンちゃんもさ、うん前後ろって停泊したらうん動けて広くていいですね。でバンクはこれを下ろしてはい。くるんですけど、こうまあダンパーになってるんだけど、この辺まではダンパーが効きますね。うんここら辺から先は落ちちゃうんで、うんちょっと手でこうやって支えてあげながら、上げる時は途中まで上げれば上がるからうん。楽ですけど、元からこのカーテンついてたんだけど、めっちゃいいカーテンなんだけど、このなんか生地めっちゃいい。車高のねすっごい滑って勝手にしまおうとしてくれる。めっちゃ滑りがいいんだよこれ。下ろします。はい。これじゃあ全然足んないんで、こっからまたさらに引っ張るんですけど、ここに柱がついてるんだけど、これをまずここにつける。でこっちはここについてる柱を持ち上げると、こんな感じで引っ張ってこれて、ここで終わりかな。こんぐらいの空間になるよっていう。あとあっちにマットが敷き詰まってるから、あれを持ってこなきゃいけないんだけど、こんな感じでソファーに乗ってうん、やればマットに届くと。ここ結構狭いから、ここの高さ、ベリーロールタイプで入っていってください。そうこういう感じで入ってかなきゃいけないけど、これが K だっていうのを考えれば、はい。めちゃくちゃありがたい空間です。足を伸ばして広々寝れるというだけで足を伸ばすありがたいよ。と、僕の身長で結構ギリ、先端がこう丸まってるからさ、うん。ここの中央部分が一番長いけど、そこで170ピッタ。端とかになると160ぐらいしかないから、大人1人っていうのが妥当かもしれないですね。斜めに寝て大人一人。そうこうやってうん。斜めになったらすごい広い。バンク幅もバンク幅すげえある。143。だってもう幅だけで言ったら、こっちの下で寝るよりそっちのが本当は広い。一応ここも2人寝ていいよっていううん。感じです。 2ですね。重さがどんぐらい耐えれてんのかわかんないけど、うん。まあねしならないのかなこれ。結構しっかりしてますよ。全くしなってないですよ。本うん。頭こっちっていうパターンだと、うん。すんげえ狭いなんか圧迫感ありすぎて苦手な人もいそう。気にしないんだったらこっちの方が落ち着きますけどね。あ、そう。うん。タロちゃん平気な人。まあなんていうの、この狭さが続くわけじゃないからさ、あ、まあね。でもタロちゃんバンクマニアだもんね。そうバンク好きだもんね。もう全然ここでちょっとなんなら横向きぐらいの勢いで、いろいろ変えれますね。あ、これでいいわ俺。それ落ち着く？うん、これいいわめじゃあちゃくちゃ。ここに荷物バーってやって。まあね、ここもメッシュも使えるし、うん、その方が顔涼しいかもね。そしたらバンク引っ張んなくても俺寝れちゃうけど、この幅で寝れちゃいますけどね。足きつくない？そんまあきつなことないい。けど、まあ、一旦降りますかこのカーテンもなんかついてたんで、そありがたい。ここにつけるやつ、これがあればもうそっちのサンシェード
目隠しの目ね。隠しいらないんじゃないかぐらい。ちょっとこうボタンなんでシャーってできないけど、そう、シャーシャーできないんですよね。生地がすごいいいし、なんかたまたま色もすごい良くて、そう、合うんだよね。うん、クッションとも合うし、車の外装の色にも合ってて可愛いです。エアコンもね、一番前まで冷やすことないって考えれば、この方がエコにうん。なっていいかなと。このちゃんとここのね、うん。くぼみに沿ってになるからすごく空間が広いです。でさっきみたいにもう前からの出入りでもいいしね。うん、そうそうそう。靴置いといてね。うん。ということでじゃあ実際に、お出かけちょっとドライブに行ってみたいと思います。はい。はい。ニコメリも連れて、うん。ワンコたち連れてガソリンも入れなきゃいけないんで、はい。ガソリン入れてちょっと走行性能とか、あと走ってると結構ガシャガシャ音はするんですよ。うんその辺とかもねちょっと映せたらいいなと思いますんで。はい。はい怖いです。怖いですね。ちょっと早すぎだね曲がるの。あ、そう。うん、ちょっと俺外で見てようか。後ろ後ろ後ろ OK。 どうですか？結構、うん、私 N ボックスで慣れてるから、はいなんか結構踏まないと出ないね。そうね。あとウインカーもなんか押したら止まるタイプだから戻ってくるじゃん。だからなんかあそう押せてないんじゃないかで何回かやそっちゃう。うこれはなんかちょっと慣れるの大変そうだと思ってあれあれっつって。そうウインカーがうカチッてやっても戻ってきちゃうんだよね。ん。そう。あ、入ってたんだみたいな。うん、多分入ってるんだけど何回もやっちゃう。でブレーキもやっぱこうちょっと早めにかけてあげないと、そうだね。N ボックスと同じ感覚だと止まれないから、そうだね。確かに。それはまあどのキャンピングカーでも一緒だと思いますけど、やっぱあ、バースもそうだった。そう重たいから、うんやっぱちゃんと前もってブレーキ、うん。ゆっくりブレーキ踏み込んでってあげないと、急には止まれませんって感じうだね。ん、あ、でも走りやすいしやっぱり静かだな。これ会話できそうだよね。車取り行って帰ってくる時も、うん高速でも全然喋ってないけど喋れるぐらいの、あ、そうなんだ。この中の音。まあ今こうやって撮っててさ、どんぐらいに聞こえてるかなっていうのはあるけど、まあマイクはしてるんだけど、段差があるとやっぱガタンっていうのはあるね。段差はね気をつけないと、うんそれもやっぱり重たいわけだから、う車がん。バウンドするよね結構ガーンって。気をつけないとね。まあそれもバースも一緒かな、それこそ。まああとはやっぱねミラーがちょっと出っ張ってる分見づらいから、そうね、サイドミラーがね、ミラーのこの全然見えないでしょ。これまあ今助手席だから見えないんですけどまあそこも注意ですね。テレビがはい。グラングランするんで、あ、そうそうそう。揺れると段差とか、ドキドキする。大丈夫なんだろうけど揺れるんですよ。それが怖いんで、あそこのねダンパーをロックする部品っていうのが売ってて、ダンパーロックっていうのを買いました。ダンパーロックなんて売ってんの？そういうちゃんと専用部品が売ってて、へそれを買ったんで、それでちょっと後で締めてみようと思います。やっぱりその同じ悩みを感じる方がいらっしゃるんですね。まあそれ用なのかわかんないけどね。後ろはこんな感じで、ちょっとやっぱりもう家具積んでるようなもんなんでガタ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 言いますね。言ってる。まあ、これはねそのバーストナー乗ってた時ももう言うもんだと思うから、まああとはちょっと高級キャブコンとか乗ったことないんで分かんないですけど音しないのかもしれないよねそれはすごいね、もししなかったら。しなかったらすごいね。本当ここ前に乗ってる感じはエブリィと一緒なんで、一緒だね、感覚は。なんかどこでも行けそうな感じがしますよね。ね、やっぱ大きい車の時は駐車場もさ地図で最初から確認して、細い道行かないかなとかも確認してとか。行けないキャンプ場がなさそうだもんね。ニコメリも落ち着いております。周りをね気にしてる感じはなさそう。全然落ち着いてる。なんか広すぎるよりいいのかもしれない。すごい安心してる感じするけど。よかった。はいはい。145円だ。145円。安いね。運転席のすぐ横にありました。あ、こういう感じでいいのか。多分。早くも場所を見つけました。何リットル入るか、もう給油マークはついてたからな。タンクのサイズは38リットルらしいんですけど、30入らないぐらいかな。お、やっぱり
いいよ。はいでははい。いつもの富士川富士川にちょっと高速で行ってみましょうか。高速、初高速です。南アルプスインターから今ねエアコンもついてるからね。うん。そして重たい。そして2人乗ってるからね。足す2匹。は ETC 入ってます。い。はい。ETC を利用できます。おー、現在50キロ。そこから出せるのか70キロぐらいまで上げてください。はい。お、いけるね。お、流れ乗れますか？乗れると思います。あ、こういうことね。そうそう。まあ音するね。こんな感じで、ままああ流れには乗れるよね。乗れます。全然なんかやっぱり試乗した時もこんなに合流できるんだっていうイメージがあったんで、それはやっぱそのままいい感じですね。風はどう？風ちょっと受けますね、やっぱ。感じるよね。うん国産のキャブコン借りた時も、うんこんぐらい風は受けるんで、うん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 。感覚は結構まあ一緒かなって思うんだけど。はい。もうご紹介したいことはいっぱいありますね。いっぱいありますね。どうやってワンコ2匹と寝るんだいとか、実際どうなのよっていうところが絶対気になる部分じゃないですか、自分たちも。そうね。だけどまあそれにも勝るやっぱりこの標準装備の多さとか。標準装備って何回言ったか。今年キーワード標準装備。自分たちの流行語大賞。そう、2026流行語大賞標準装備。標準装備大好き。300円、330円。330円。こういう段差ね。スピードを落とさないと。あら、2個は乗れちゃうのね。メリも行くでしょ。よいしょ。で、これだよね。うん、長押し。OK。最新。簡単。こう駐車場も大体のところが余裕で入れるから、そうだね。すごくいいですね。いや、それが本当便利。大きいとこ空いてるかなとかさ、思わなくていいのが。じゃあちょっと散歩行ってきます。行ってきます。ただいま。メリは？あんはいっぱいだった。はい、ということで、はーい。こちらのハッピーワンターボ、購入してしまいましたという動画でございました。はい。今後ですね、このハッピーワンターボを使って全国いろんなところに旅していきたいなと思っております。最後に今回この購入に至った決め手というか理由をねちょっとお話しできればなと思うんですけど、3つほどはい。ありますよね。まず1つ目うん。なんですが、価格、うん。諸経費込みだいたい600万ぐらいなんですけど、込み込みで600万を切るっていううん。安さ、考え方によっては軽自動車ベースが600万するんですかっていう考え方もあると思うんですけど、僕たちの場合は実際に見てみて試乗してみてこれなら安いんじゃないかっていうふうに思ったので購入を決めました。で2つ目の理由につながるんですけど、その設備の良さ、今つけてる家庭用エアコンがもう標準装備ついていたり、FF ヒーターとか床暖房、電子レンジ、大容量サブバッテリー、大容量インバーター、水道とかもう全部が高級キャンピングカーについてるような設備がもうついてるっていうねところじゃないですか。うん。で我が家はワンコがいるんで、やっぱり旅してここにお留守番をしてもらうってことがちょこちょこあるんですよね。で今までのキャンピングカーとかで旅してみて、北海道に夏行ったりとかといえど、もう暑い日はめちゃくちゃ暑くて車の中にいられないんだよね。うん。ルーフエアコンっていうのがついてたんですけど効かないよな。広いっていうのもあるけどね、車が大きかったんで効くまでにパワーが必要っていうのもあったけど、その辺も含めて家庭用エアコンはやっぱ最強かなっていうところで、設備の良さが2つ目の理由ですね。で最後なんですけど、取り回しの良さ。今までのキャンピングカーがやっぱ大きかったんで行けないところもあったんですよね。うん。
お店を断念したりね、そういったこともあったりして、このぐらいのサイズだったら、どこにでも行けない場所がないかなっていうぐらいで考えてるので、最初は軽ベースだからすごくちっちゃくて困るかなって思ったんだけど、いざこうやって今も使ってみるとやっぱ思ってたより広い。外から見るより中入った方が広く感じます。本当そうだよね。はい。K の空間とは思えないよね。実際その K の車幅を超えて作ってあるんで、そりゃそうなんだけど、それにしても身長もあるし、幅もあるし、足らないのは長さぐらい、もうちょっとあったらそりゃ便利かなと思ったりするけど、これぐらいで大人2人の旅とワンコ2匹いてもいけるんじゃないかなと今のところ思ってます。あとは、ニコメリ、ワンちゃんとの旅を快適にするための DIY のなんかしがいがありそう確かにねっていうのもありますし、最初から全体的に全部が完璧すぎなくても、自分たちのこのファミリー構造、皆さんそれぞれ違うと思うんですけど、そこに合わせていろいろ変えていったりとかできるのもいいかなって思いました。それをしやすい、レイアウトになってるかなって思います。いろいろまだ今日はご紹介できてないんですけど、そのベッド展開の方法も、もう帰ってきた日にこの車で家でね、2人でそう晩餐会して、やっぱり僕らは2人だけじゃないから僕ら2匹って言おうとした僕ら2人だけじゃなくて、ニコとメリーって愛犬たちがいるので、やっぱりこの子たちがどうしたら過ごしやすいかっていうレイアウトにして過ごさなきゃいけないから、それを考えるとやっぱりベッド展開、寝る時のモードとか団らんするモードとか、仕事するモードとかちょっと考えてレイアウトしないといけないかなっていうのはあるんだけど、それがむしろ楽しみかなっていう部分でもあるし、工夫してこの狭い空間を活用していくっていうのがすごく今のところワクワクしてますね。そうですね、今後だからやっぱその燃費についてとか、デメリットというかね、ここがもうちょっとなとか、あと不具合が出ちゃったとか、そういうのもちょっと動画にしていけたらなと思いますので、引き続きチャンネルの方を見ていただけたら嬉しいなと思います。お願いします。チャンネル登録の方もしておいていただけたら通知がいくと思いますので、ちょっとハッピーワンについていろいろいじったり工夫したり、動画をバンバン出していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。あとはね、ハッピーワンもすでにねお持ちの方もいっぱいいらっしゃるから、ここをこういう風にやったらめっちゃいいよみたいなご意見もあったら嬉しいですよね。嬉しい。教えてもらえたらね、こういうの便利よっていうね。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。長くなりましたけど、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございました。あざした。ボアも一緒です。ちょっと大きくなりました。そう。ボアさん。ちょっとふっくらして大きくなった。このね、クッションぴったりぐらいになったの。快適そうですね。いいですね。気に入った？